あ今日は、クレーンゲームとローグライク、デッキ構築を組み合わせたゲームをやっていくよ。キャラクターは2体から選べて、今回選択したバナロッタは、基礎体力が10増加し、各ステージを防御値5の状態で開始するよ。そして早速プレイしてるんだけど、クレーンゲームのように、取れた景品を使っていくよ。今回は、防御が5と10増える盾を手に入れたよ。ただ、防御が10増える盾の方は、単体で手に入れれば倍になったんだけどね。まあ9の攻撃を2体とも宣言してるから、全部防げるんだけどね。さあ続いて手に入れた景品は、攻撃力が5と10の剣。盾と同じで、攻撃力が10の剣は、単体で手に入れると倍になるよ。さあ敵のターン。全部防げたね。ただ見ての通り、次のターンになると防御値はリセットされます。お、いっぱい取れたぞ。1回で、10の攻撃と15の防御。手前の敵は倒せそうだから、攻撃を取りに行きたいね。倒したら敵1体になるから、9の攻撃だけを防御すればいいね。よし倒せた。倒したら、1コイン手に入れたよ。コインは、景品のアップグレードで使ったり、景品を落として、カゴに入ったらもらえるゲームに挑戦したりできるよ。ちなみに、このゲームで手に入る景品は、アップグレードされたものだよ。普通にアップグレードするより半額で挑戦できるけど、結構難しい。そろそろ倒せそうだね。よし。バトルに勝利すると、3つの景品からデッキに追加するものを選べるよ。そういえば、リロールにもコインが使えたね。この中だと、体力を回復できる魔法の杖が良さそうかな。それじゃあどんどん進めていこう。防御を宣言してるから、できるだけ攻撃していこう。攻撃も7だから余裕で防げるね。あとはひたすら攻撃して。報酬タイム。毒を付与する手裏剣にしよう。さあ次の部屋は、ボーナス部屋。小さな袋は回復で、大きな袋はアビリティをゲットできるよ。今回は、攻撃するたびに毒を1付与するものと、バトル終了時に体力5を回復するもの。回復は杖があるし、毒を付与するものにしよう。これももちろん、キャッチに失敗すると手に入れられないし、今回みたいに回復を取りつつアビリティ持ってこともできる。毒が付与されてるね。この毒は敵のターン開始時に発動されて効果が1減るよ。さあ報酬タイム。これは迷わず回復フラスコだな。さあ1階のボス部屋。体力は110。特殊効果の発動を宣言しているな。特殊効果はトゲ。攻撃されると攻撃側にも5のダメージを負わせる効果だな。よって、もし攻撃するなら先に防御を獲得してから攻撃とか一撃が強いもので攻撃するのがいいね。と言いつつも、そんな簡単じゃない。手裏剣で毒を付与して、回復して、攻撃するけど防御して、防御ゲット。残り体力14で、毒が19あるから確実に倒せるね。なので、倒す前に回復をゲットして、1000回復しておきたいところ。ああ、無駄に攻撃してしまったから、トゲ効果を受けてしまった。次も攻撃してしまうかもしれないから、行動をスキップして。撃破！報酬はアビリティ。効果は重複するので、毒武器にしようかな。といったところで、まだまだプレイしていますが、このプレイは負けてしまうのでここまで。敵の毒が溜まってゲームオーバーです。では、もう一体のキャラを見てみましょう。このスクラッピーは、クレーンの一つが磁石になっていて、金属製の景品をひっつけて運びます。こんな感じにね。今のデッキだと、剣が金属製で、盾は木製です。それではデモ版のラスボス戦です。獲得したアビリティは9個。効果はご覧の通りです。回復があると、だいぶ安定しますね。今回獲得した景品は、爆弾プラス、ガントレットプラス、小盾。プラスは強化済みアイテムです。磁石の方は、コインがいっぱい取れてますね。景品も6個は取れてますが、ミダス王の手は、綿毛をコインに変えたらいらない子なので、獲得しても意味はありません。敵の効果で水が入りました。軽い木製のものが浮いて、重い金属は沈んでしまってます。次のターンも、敵は攻撃を宣言していないので、武器を取りたいんだけど、盾が邪魔。獲得できたのは、回復と毒の手裏剣ですね。
磁石のクレーンは水中に入れれなかったけど、すごくいっぱいくっついてる。ただほとんどコインか。さあ爆弾が爆発するよ。62。敵も攻撃宣言してるね。まあ、こっちも、すでに25は防御あるし、体力もあるから全然耐えられるんだけどね。獲得した景品は、短剣、細剣、手裏剣、小盾、豚の貯金箱プラス。磁石やバー。獲得景品数13個。そのうち、ゴールドダガープラスだけで、73ダメージ。これが3個。撃破！やったぜ。ということで、デモ版でプレイできるのはここまで。ここで新情報。編集中にアプデが入り、キャラクターが追加されました。バナロット教が日本語化もされたね。そしてスクラッピーまででしたが、追加キャラ1体目はフェリナ。猫を連れていて、猫に攻撃指示したり、攻撃を受けたら猫が反撃するよ。続いて、クロウキュラ伯爵。クロウキュラ伯爵は、防御ができない代わりに、攻撃時に与えたダメージと失った自分の体力を合計した値の 10% 分を回復できます。ちなみにこれはラスボスです。初見で使ってみて、ここまで来れました。これは普通のクレーンですが、景品にも金属を引き寄せるものがあって、9個の景品をゲットし、撃破！次のキャラはドリー。最大体力が50増加し、防御値が半減します。そして、自分に入ったダメージ分を相手にも与えます。初期デッキのうち、2種類は、自虐ダメージを与えるものです。続いてベニービーバー。力4を付与してバトルを開始しますが、体力が30減ります。そして、前衛にはビーバーダムというのが追加され、木製アイテムはすべて、ダムの防御値に変換されます。ダムは、ダメージを受けるたび力を1得て、バトル終了時に残っている場合、ダムの最大体力が3増加します。さあ最後のキャラは、バーニー。クレーンは、3秒経つと自動的に降下してしまいます。ですが、獲得できるコインの量が2倍になるので、ゴールドダガーとの相性がいいですね。ただ、ほんと3秒ってすぐで、特に2本目のクレーンは攻撃している間に動かさないといけないから、すごく慌ただしいよ。ほら、勝手に動いて何も取れなかった。といったところでキャラクター紹介は終わり。最後に、Steam Next Fest チャレンジというのをやっているみたいだよ。デモ版をプレイして、3種類のキャラクターで5回のボスを倒せたら、抽選で100名に製品版が当たるみたい。もし、この動画を見て気になった方はやってみてね。それでは、今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。